はい、それではまずですね、一言ずつご挨拶を頂戴いたします。はい。大家好，我是Long Time No See，只有大海知道的导演，我是永辉，很开心来到东京影展跟大家见面，谢谢大家来看电影。皆さんこんにちは、海だけが知っているの監督の、ツイヨンフェイです、こうして皆さんに、見に来ていただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。大家好，谢谢大家来看我们的电影，我是电影里面的马拿威，我叫钟家俊，谢谢大家。皆さんこんにちは、僕たちの今回の映画を見てくださってありがとうございます。僕は、マー役の、ジョン・ジャン・ジュンです。好，谢谢你们，来看我们的影展。那我叫做李凤英，我是阿嬷，我的名字母语的是夏本曼那个 work， 谢谢。皆さんこんばんは。見に来ていただきましてありがとうございます。私漢人の名前は李凤英です。で、原住民の名前は夏本曼那个 work。夏本マネルク。谢謝ありがとうございます。はい、ありがとうございます。司会進までお届けしています。そして、通訳ホウさんなんですけれども、右端のお姉様はですね、ちょっといわゆるに分かりづらいんですよね。一般的に言うとね、言葉がね、それで特別な原住民の言葉ということがありますので、特殊通訳もう一人入りました、葵さんです。よろしくお願いいたします。はい。さあ、それではですね、まず監督がなんか皆さんに聞きたいことがあるって話をちょっとさっき聞いたんだけども、想要知道就是观众朋友知不知道兰屿这个地方在哪里？有人知道吗？今日いらしてくださってる観客の皆さんにお伺いしたいんですけれども、蘭所っていうのがどこにあるかご存知の方、手を挙げていただけますか？好厉害！すごいです。すごいわね。私も台湾よく行くし、ホウさんももちろんのこと知らなかったよね、二人ね。恥ずかしながらね。我可以请他介紹一下蘭嶼在哪里嘛？因為很多人不知道。じゃあ、ジョン君の方から蘭所がどこにあるか、ちょっと皆さんに知らない方が結構多いので、ちょっと説明していただいていいですか？好，台湾在这里嘛，蘭嶼在这边，台湾蘭嶼。台湾がここにあって、地図でいうとこうなんですね。で、蘭嶼この辺に。住了多少人呢？何人住んでますか？5000多人，蘭嶼住5000多人。5000人ちょっとぐらいです。いわゆる台湾の下の方、東南ということになりますか？就是台湾的東南吧。对。そうです。なるほどね。で、蘭所っていうのがよくわかんないんですけども、意味所って何ですか？屿是什么意思呢？屿就是小島、很小的島。小島の意味ですね。ちっちゃい島っていう意味です。じゃあ蘭の花の咲く小さい島。所以有蘭花的。对，它以前是很多的蘭花，而且聽說以前那個蘭花是有來日本比賽，就得過大獎，所以後來就變叫這個名字，用蘭花來命名。その通りで、蘭がいっぱいありまして、かつてでそこで、取れた蘭がかつて日本で賞を取ったこともあるっていうことで、それから蘭の島ということで蘭所っていう名前がついたそうです。なるほど。はい。それでちょっとかけさせていただきましょうね。皆さんどうぞおかけください。そして、早速ですが、もう皆さんに質問を頂戴します。じゃあ、すいません、感想は短く、台湾大好きなんですが、こんなに海洋民族の、物語を見たのは初めてで、とても胸にズンときました。で、監督に質問なんですが、タオ族の、伝統的な歌謡が日本のソーラン節や連ソーランにとっても似ていて、一部分なんですけど、でこのタオ族の伝統の歌は何百年前ぐらいから歌われているのか、ちょっと監督に確認したいです。お願いします。本当に
日本の曲を習ってるのかと一瞬思いましたよ最初ね。2人が歌えるんで後でもしかしたらちょっと歌ってもらいましょうかね。我刚刚也在外面的时候也有跟阿嬷讨论这件事，就是一眼收兰一眼收，那不是兰语古老的歌，那是近代才有的。然后是听说是兰语的朋友跟台湾的其他的原住民族学来的，但有可能跟日本的有一点血缘上的关系这样子，这可能比较学术，我们就不是那么清楚。さっきもちょっとこの問題が起こっておばさん役の方といろいろ話はしたんですけれども、この歌自体は近代の歌なんですよ。っていうのはこれはもともと蘭嶼にあった歌ではなくて、蘭嶼にいた少数民族が台湾内地の別の民族と交流をして覚えてきた歌らしいんですね。もしかしたらソーラン節と何か血縁関係がある可能性はありますが、ちょっと学術的なところまではわからないそうです。リーさんはこの歌は歌ったことがあるのかな？黑燕收兰吗？黑燕收兰，他比较会唱，因为那是比较男生的歌。黑燕收兰是男生唱的。はい、うなずいてるけど全然僕わかんないんでちょっとはい通訳。うん。はあ。ジョン君歌ったことあるのかな？一眼收兰一眼收。一眼收兰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 さまちゃらいまんぼまちゃらいまんぼよらいちよらいちないないちょらいちょいちょいほやないえやんほやないよいよいんほやん。いいですね。阿嬷是很会唱古调，如果待会有时间可以让阿嬷秀一段古調，就是真的是兰语古老的歌曲。おばさん役のリーさんの方は本当に昔からある蘭嶼に昔からある古い調子の民謡は歌えるそうなんで、後でもしチャンスがあればまたちょっといや今やってもらいましょうよ。ね现在老一点、古老一点的、很传统的。こんな機会ないもん他にね。这个是我们以前的那个老转道，教我们怎么唱的。因为他起先是他，第一个来到兰屿去传扬上帝的福音，就是这个意思。これは大昔に一番最初蘭嶼島に宣教でキリスト教を宣教しに来た宣教師が教えてくれた歌ですね。へやまたどとみながままをしゃらわとめへらじらいだたならがらがんJeraye naworita palamo walmo luandama lo waje ya to milab dome noria micha de dolava hak。いや素晴らしいですよ。これはイエス・キリストの福音をみんなに布教するための歌です。全然キリストと結びつかない感じの曲。今蘭嶼島はクリスチャンが 90%。そうですか。皆さんこちらのリーさんはですね、地元の方で役者さんでもないわけですよ。ですから台湾に行くと畑仕事をやってるんですよね。という方です。ジョン君もね、地元の人間でもちろんプロの俳優じゃないですけども、ちょっと演劇に目覚めているということだそうです。それでは次の質問。在向这个导演询问之前，我想要谢谢导演可以这次给我一个机会，在异乡看到家乡的电影。我是高雄人，
谢谢。那你好。まずちょっと日本語に訳していただきます。まず監督に、お礼を申し上げます。まさか、自分の異郷のところで自分の故郷の、景色が見れるとは思いませんでした。僕は高雄出身なんです。我想询问导演，就是说，因为像台湾有像绿岛或澎湖这种离岛地方，然后也有像其他有原住民文化的地方，那是不是这次在兰屿这个在地文化是比较符合您想要表达的，在电影想要表达的东西，所以才选在兰屿开拍呢？谢谢。台湾には、少数民族の地域もあったり、小さい離島の地域がいっぱいあると思うんですが、今回蘭嶼を選んだのは自分が、描きたいもの、自分が伝えたいものが、蘭嶼に合っていたから蘭嶼を選んだんでしょうか。我跟兰屿是特别有缘分，然后也特别喜欢他们的文化。那台湾其他原住民族，当然他们的文化也都很美、很丰富，我都很喜欢。其实原住民在台湾有10几个族，遇到的问题都是一样的。那我觉得兰屿是一个很有代表性，因为它又是比较独特，是海洋文化，又是一个小岛上面。那其实这个故事里面，它表达的就是原住民在近代，就整个这种现代文明进来以后，他们遇到的很多的问题，还有就是在台湾这个地方，其实原住民还是有很多时候是比较被歧视的，就是他们其实有很多他们的状态和他们的心情是一般人没有办法不会去关心或者没有去了解他们的。所以虽然拍的是兰屿，但是也可以说讲的就是10几个原住民族共同的一个处境，或者共同的一种心情故事这样子。私は蘭嶼とは結構縁があるんですけれども、実はこの映画を、蘭嶼に選んだのは、もちろん他の、少数民族十数の少数民族がいるんですけれども、それぞれの民族のもちろん文化、素晴らしいとは思いますけれども、今そういう少数民族は、みんな同じ問題を抱えてるんですね。その中でも、代表的だったのが蘭嶼、海洋文化であり、独特の、文化を持っているっていうことで蘭嶼を選んだんですけれども、結局今台湾では、その少数民族たちっていうのは少数民族っていうことだけで蔑視されたりっていう問題が結構あったり、人々からあまり関心を持たれないっていう状態がありますので、そういうものを描きたくて、蘭嶼を選びました。この映画公開されているんですよね、もうね。对，今年6月的时候。今年の6月に上映されました。ですよね。で、やっぱり蘭嶼何かそれで影響っていうのはあったんでしょうかね。有，但是算是比较正面的影响，就是很多人以前对兰屿的了解是很少的，看了电影之后就是很喜欢这个地方，就特别跑去玩。然后上映期间也很多观众朋友给我们回应，就是说看了这电影之后才更了解，就是会更去思考原住民的在整个社会里面地位的一个问题，这样，然后还有他们被对待的方式的这个问题，所以其实是有引起蛮多的回响。然后也很多人因为以前没有去过兰屿，看了电影跑去兰屿，然后就去找他们拍照。那我们的阿嬷其实常常在路上被热情的观众拉来拍照，他可能是要去山上寻他的田地，可是他被观众拉着拍照，这样子让他有一点点小小的困扰。もちろん、いい方の影響ももちろんありましたけれども、この映画を見たおかげでたくさんの蘭嶼を知らなかった方々が蘭嶼を理解してくれたり、また遊びに行ったりっていうこととか、あと本当に少数民族の抱えている問題、蔑視されたりっていう問題をみんなが捉えて考えてくれるようになったりしたっていうところは本当にいい影響が出たと思います。また蘭嶼この映画を見て蘭嶼が好きになって、蘭嶼へ遊びに行ってくれた方々もいて、そういう方々がたまたまリーさんと、道端で会った時に、リーさんを捕まえて写真撮らせてくれとかっていう人がいっぱいいたそうなんです。リーさんっていうのは普段役者さんではなくて、畑仕事をなさってる方で、その畑を耕しに行こうとした時に捕まってちょっと困ったっていうことはあったそうです。ありがとうございます。それでは次の質問に移らせていただきます。素晴らしい映画をありがとうございます。同じぐらいの子供がいるので、もう本当に
冷静に全く見れませんでした。で、主演の彼に聞きたいんですけども、ふんどしを履くのを嫌がるシーンがものすごい面白くて笑ってしまったんですけども、あれは島に住む男の子たちで今のリアルな感覚なのか、実際それを演じてみて多くの人前に立つっていうことをしてみてどういうふうに感じられたのか、お友達の反応はどうだったのかっていうのがちょっと気になっているので教えてください。もうこの質問はもう絶対ですよね。誰からもなかったらもう私がしようかと思って、ふんどし本当に恥ずかしかったのかとかね、それはぜひ聞きたいところです。这个是真的，现在岛上的小朋友都是有这个情况吗？还是就是还有一个你在拍戏的时候穿的那个裤子啊，有没有害羞，或者是朋友有什么反应的？这个问题哦，像现在我们穿丁字裤，现在的小朋友不会害羞，他们反而很想要穿啦。但是是10年前啦，他们就是很害羞，就是不想穿啦。就是露太多还是怎样？10年前的小朋友比较不喜欢穿，对，很开心啊，就是这我们的文化给全世界的人看啊。まず、今はふんどしを嫌がる子ってのそれほどいないんですよね。子どもたちは喜んでふんどし履いてくれるんですけど、10年ほど前はやっぱみんな恥ずかしいと言ってふんどしを嫌がったそうなんです。履いてくれなかったことはあったそうなんです。で、今監督がじゃああなたはどうだったのって聞いたところ、自分の文化をみんなに見せることができる意味ではふんどし履くのは嫌じゃなかったということです。因为电影这个里面这个是真实的故事，就是那个学校那个老师还有那个舞蹈队都是真实的。那这个真实的故事发生在2006年，大概十多年前的时候，所以这个老师刚到兰屿带这个舞蹈队的时候，那时候小朋友真的就是不敢穿丁字裤，这样子，就是真实发生的事件，就是小朋友不敢穿丁字裤，所以这些都是真实有发生过的。この映画はね、本当に実話に近い話なんですね。リアルに本当に子どもたち昔は嫌がった。ちょうどこれは2006年に起こった物語っていう設定になっていますので、本当に当時はリアルに子どもたちはふんどし履くのを嫌がったそうなんです。但是现在兰屿的小朋友就是很以这个丁字裤为荣，就是现在老师把他们带出来以后，他们常常在外面比赛，越来越认同自己的文化，这样。でも今の子どもたちはふんどしをこう喜んで履いてますし、先生が連れてああいうこう民族舞踊とかを見せる時も喜んでふんどしを履いてる、踊ってるそうです。でもう自分たちの文化を見せるっていうことで喜んで履いています。おそらく次が最後の質問になるかと思います、時間的にね。この映画に出ている人たちは学校の先生の俳優さんを除いてみんな蘭嶼の素人の方だというふうに聞いたんですけれども、オーディションこの出ている俳優人たちを選ぶのはどのように選んだんでしょうか。オーディションをしてみんなこう自主的に集まったのか、それともなかなか集まらなくてこうスカウトに行ったのか、そのあたりのことを教えてください。本当に全員がねアマチュア、先生以外はアマチュアということで地元の方なんですけどもね、びっくりですね。我想要拍这个片子以后，我想说全部都要用真实的兰屿的当地的朋友来演出。那我是先找小孩，再找大人，因为小朋友比较多。那找小孩的时候，我是在暑假的时候办那个在兰屿办一个夏令营，让小朋友来报名参加，然后我们就带表演的老师去那边教小朋友表演，就发展他们表演的潜能。那就是因为这样，我就找到了钟家俊这样子。那大人的部分，我们是比较后来靠近，就后来3年的时候，我们就用甄选的方式。但是甄选我们就是他只要愿意来报名，我们也是让他先上课，就先上表演课，然后在上表演课的过程当中，我们在旁边观察，看谁的那个表演的天分，还有他演戏的那个感觉，我们再来
在旁边观察，然后再去选择角色。可是阿嬷又比较特别一点，阿嬷这个角色其实里面祖孙的故事是她真实的人生故事，所以我当年写剧本的时候就是采访阿嬷。那我在采访阿嬷的时候，我就想要找她演了，然后当时有跟她讲，可是她后来都忘了。那后来我可以开拍的时候，已经过了快要6年的时间，那我有再回去找阿嬷来演，那也是有请阿嬷先在那个表演的课里面先上过了2-3个梯次，然后再来加入这个演出。所以其实演员的方式用很多不同的方式来选择，但是里面所有的素人演员，我们都是有上过好几个梯次的表演课程，这样子。まず最初に、この映画を撮ろうと思って選んだのは、子どもたちをまず選んだんですね。で子どもたちはどうやったかっていうと、蘭嶼へ行って夏休みの時に蘭嶼へ行ってキャンプを監督が主催したんですね。でそのキャンプの中で、お芝居の先生が子どもたちに芝居を教えるっていう、形をとったんですが、そんな中で、天才的な子役ジョン君を見つけることができました。で大人たちに関しても、一応、参加したい方っていう方々を集めまして、でそんな中で彼らに、授業を、芝居の演技の授業をやって、そんな中から、上手い人を、選んでいったっていう感じです。ただ、リーさんに関してだけはちょっと特殊で、もともとこの中のストーリー、その息子さんのストーリーっていうのは実際リーさんの、実体験から来てて、リーさんに実は監督は取材をして、脚本を書いたんですね。でその時に、リーさんにやってほしいっていうことでリーさんにお願いをして、で、全部で結局6年かかったんですね、人を選ぶのに。6年かかって、人を選んで映画を撮ったっていうか、だからいろんな方式を撮ってます。時間来ちゃったんですけど、最後にちょっと演技指導っていうのかな、素人の方にそこをちょっとどういう形でやったのかを。我们在课程里面都是有老师在开发，那老师都会有一套的那个方法在开发他们的、激发他们的潜力啦，表演的潜力。然后到了拍摄的时候是现场，当然就是我要跟演员们沟通这样子。那因为我跟演员都混得很熟，就有点像朋友，所以其实沟通的方式，我觉得比较像是引导他们到那个角色的那个感情里面，让他们去感受那个角色。那当然在拍摄之前我们也会一起读剧本，然后一起去讨论每一个角色这样子。那拍摄的现场其实我要做的事情大部分就是把演员引导到那个感情里头去，然后让他们感受到现在这个角色的感受，那自然而然他们就会演出来。那他们可能拍之前有背过剧本，可是到了现场就是演的时候，最重要的还是他们对这个角色的感受要是很真实的这样子。まずやっぱり教えるのには先生方を集めたの、先生方がそれぞれのやり方で、役者さんたちに芝居は教えていったんですけれども、最終的に撮る時に監督はもちろんもうその役者さん選んだ方々といろいろ話をして、それからこの役についてもちろん本読みも含めて、全部やったんですけれども、とにかく監督としてはこの役になりきってもらうこと、役に入り込んでこの役の人間の気持ちになってくれること、それが監督としては一番大事だ、リアルにやりたいということ、そこが一番大事だったんです。もちろんセリフとかも全部脚本を読んで覚えてはもらってるんですけれども、それをうまく言うことよりもリアルにその役に入り込んでくれるっていうことを大事にしました。はい、それでは像他是很天才，他是可以演那种对他的个性跟马纳威是完全 different， 就完全不一样的。但是只要跟他讲马纳威现在的感觉，他就可以演出来。可是像阿嬷呢，阿嬷就是因为这个是他自己经历过的故事，所以我只要跟他阿嬷去聊他以前养孙子的那个辛苦，阿嬷就会演得跟真的一样，然后演到其实我都没有叫他掉眼泪，可是他常常拍到自己掉眼泪，然后拍完了那个 tag， 他可能还会拉着我们一直讲他以前有多辛苦的感觉，然后就是讲的一直哭这样子，所以他们两个就是完全不一样的方式。ジョン君はもう天才で、もちろんこの役者の、この役柄のマナウェイとは全く違う
性格全く違う性格を持ってるんですけれども、マナウェイこうだよって言えば彼はちゃんとそのまんまマナウェイになってくれるっていうことです。でリーさんに関してはまたちょっと違って、もともとやっぱこのストーリーっていうのはリーさんの経験から、経験も入っているストーリーで、演じてる時に別に泣いてくれって言わなくても、やっぱその孫を連れてるところなんか、孫を叱るところなんか本当に涙を流してくれたりして、で、終わると、こんなに昔は大変だったんだよって話を、私たちにしてくれたりするっていう。だから教え方はこの2人はやっぱ全然違う芝居の教え方をしました。ありがとうございました。いい話が出ました。こちらの Q&A に関しては以上です。今一度メンバーご紹介します。ツィ・ヨンフィ監督、ジョン・ジャージュン君、それからリー・フォンインさんの皆さんでした。どうもありがとうございます。撮影したのが2年ぐらい前ですかね。ですからまあもうジョン君も随分大人になってきました。リーさんは全然変わんないですね。見たらすぐに分かります。何をやってんだ。